今日はミシン刺繍の時に使う上糸について説明しようと思います。ミシン刺繍には刺繍専用の上糸っていうのがあります。これが普通に実用縫いとかで使っているスパン糸っていうやつなんですけど、これとは別にミシン刺繍専用の糸っていうのが発売されています。こっちが普通のスパン糸で、こちらが刺繍糸。刺繍糸は実用縫いみたいな強度はないので、本縫いとかにはちょっと向いてないと思います。ですので、洋裁とかで使う本縫い用はスパン糸を使って、ミシン刺繍の時は専用の刺繍糸、こちらを使った方がいいと思います。これは専用の刺繍糸を使って刺繍したんですけど、こんな風にふわーって感じに仕上がって、刺繍本来の良さが刺繍糸を使う方が出てくるかなっていう風に思います。で刺繍糸の種類なんですけど、レーヨンとかポリエステルとかアクリルとかキュプラとかコットンとかがあります。私が今持っているのは、これが、レーヨンの刺繍糸、これがキュプラの刺繍糸、でこれがポリエステルの刺繍糸、こういうちっちゃい小巻きもあるけど、これもポリエステルです。で、大体家庭用刺繍ミシンを買った時に付属してついてくる糸っていうのはポリエステルの糸が多いです。私がいつも使っているのはこのレーヨンの刺繍糸を主に使っています。レーヨンの刺繍糸のいいところはワッペン、刺繍ワッペンとかを作る時にヒートカットができるっていうのが一番いいところかなって私は思っています。こういうポリエステルっていうのはレーヨンに比べて強度があるので、ユニフォームの刺繍とか、カバンとかでもこうよく擦れて、こう持ってて擦れたりするような時とか、よく洗濯するものとか、あとはネーム刺繍。そういう時にはこういうポリエステル、強度があるポリエステルの糸の方がいいっていう風に言われています。刺繍糸にはこうメーカーさんがいっぱいあって、これはちなみにパールヨットさんで、これはオゼキさんで、これはウルトラポス。これは、なんだろう、わからない。フジックスとか、テイジンとか、キングスターとかいっぱい出ているので、お好きな糸を使ってみてください。業務用のミシン刺繍糸を使ってるんですけど、いつもこういう家庭用刺繍ミシンに付属してくる糸ってすごくこうちっちゃいですよね。これだと300メートル巻き。で、これは2000メートルかな。ミシン刺繍を多くやるよって、ガンガンミシン刺繍やっちゃうよっていうような日には、やっぱりこういう太い業務用のミシン刺繍糸を使った方がコスト的には安いかなっていうふうに思います。でも、家庭用ミシンだと、こういう風に糸コマのところに刺繍ミシンかけたりとか、こういう風に立てたりとかあるんですけど、工業用のミシン刺繍の糸が立てれないよっていうのがあると思うんですけど、そういう時は、この専用の糸立て、これは700円とか800円ぐらいで私は買ったんですけど、こういう楽天とかのネットショップで買えるので、で、そういうのに糸を立てて、で、糸かけて、で、こういう風にしてやると、家庭用刺繍ミシンでも業務用のミシン刺繍糸が使えちゃいます。で、ミシン刺繍糸の保管ってどんな風にやっているんですかとか、そういう風なのもたまにメッセージいただくんですけど、私は、工業用のミシン刺繍糸を使ってるのが多いので、糸がペローンってなっちゃうのが嫌なので、全部にこういう風にネットを貼ってます。で、このまま棚のところにポンポン立てて、同じような色は同じような色で集めて保管しています。で、いつでもすぐに取り出せるようにしています。このネットなんですけど、このネットは
ういう風な、みかんとか玉ねぎとか入れてるネットをインターネットで買って、それを、好きな長さに自分で切るんですよ。例えば、こんくらいとかいう風に切って、それで、あとは、こう糸をちゃんと巻いといて、よいしょ。こんな風に、カバーをします。すると、糸がほつれてこずに、刺繍の保管ができるので、こういう風にやっています。業務用の太巻きの糸を使ってて、ネットをせずにこう糸が床に落ちた、散らばったりしたら、結構こんな風になるんですね。糸がこう柔らかくてこうバラバラに取れちゃう。で、すごいこういう糸がもったいなくて、こんな風になったらどうしようってなるんですけど、こういう時はですね、どうするかっていう諦めて、この辺をこういう風に取ってしまって、で、こう、糸を切って、これはもったいないけど、もう捨てちゃいます。これもなんかね、こんな風にぐっちゃぐちゃになって、もうこれどうしようって感じなんですけど、こういう時もですね、もったいないけど、こう引っ張って、もったいないよね、こういうのってね。だからネットはちゃんとね、やっとった方がいいですよね。こういう風にやってます。はい。こういう風に、ね、綺麗になりました。これはラメが入った刺繍糸。これは銀色の刺繍糸。これは多分飾り、実用の糸とかにも使うと思うんですけど、プリズムっていう、こういう段染めの刺繍糸とかも使えます。これはマデイラっていうところの刺繍糸なんですけど、こういう風になんかこう、ボーダーになってて、刺繍すると一色なんだけど、ボーダーができちゃう。こういう糸を使うのもいろいろ楽しいです。こういう太巻きの刺繍糸とかもあります。これはシルバー。これはなんかジャバライトっていう黒とシルバーが混ぜ混ぜになる糸です。あとこれはなんかお祭り刺繍とかにもよく使われるゴールド。ミシン刺繍に慣れてきたらまたいろんな糸を買って試してみるのも楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。糸の揃え方なんですけど、家庭用刺繍ミシン買った時に付属とかでこういうセットがついてきたりする時もあるんですけど、もしそういうセットがなかったよっていう場合は、これはブラザーのカントリーっていう刺繍糸なんですけど、こういう風に刺繍糸がもうセットになってて、こう自分で揃えていかなくていいので、楽ちんっていうか、こういうセットを一つ持っておくと、いろんな色が刺繍できていいかなって思います。自分で刺繍糸をちょっといくつか揃えたいなっていう時に、どんな色を買えばいいかわからないよっていう時は、桜クーピーペンシルとか、12色入りとか24色入りとか売ってると思うんですけど、こういうなんか色味を参考にして買うのもいいかなっていうふうに思うんですよ。これ例えばだから、こういう赤いのからピンク、グレーとか、黒と白は絶対あった方がいいよねとか、で、こういう緑、黄緑とか、こういう風にこう、自分で選ぶときももう刺繍糸の色は無限にあるので、結構どれを買えばいいかわからないってなっちゃうので、そういう時にこういう12色入りとか24色入りの絵の具とかクレパスとかを参考にして基本の色を揃えていくっていうのもアイデアの一つかなっていうふうに思っています。ミシン刺繍の糸を選ぶときに色見本帳を買って参考にするっていうのもいいアイディアだと思います。私はパールヨットさんのレーヨンの刺繍糸をよく使うので色見本帳を持っています。中はこんな風になってて、で、こういう風にいろんな色が
こう糸ですよね。糸の見本がこういう風に貼られていて、色味を見ながら何番何番っていう風に注文する風になっています。で、これは金糸とか銀糸があって、で、これは段染めの糸。こういう風なのもここに載っています。で、私は買った刺繍糸は番号のところに丸をつけといて、これは持ってるな、これは持ってないな、じゃあこれ頼もうかな、とかいう風に、糸を揃えていっています。今日はミシン刺繍糸の上糸について、お話ししました。よかったら参考にしてください。